この浅草橋でお店を看板を上げたのが、明治44年っていうふうに聞いてます。ひいおじいちゃんか、初代が新潟で畳屋さんやってたんですけど、こっちの方に東京に出てきて店を構えたのがこの浅草橋のこっちで明治44年ということですね。畳は時代で言ったらいいのかな、奈良時代とかお米がこう大陸から伝来してくるんですよね。その脱穀した藁を何か再利用できるのかって先人たちはいろんなこと考えるわけですよ。でそれでむしろっていうその編み込んでそのシートみたいなのを作ったんですよね。でそれで寝てたらあったかいあったかいって気持ちいいなってなってきて、でもなんか薄いな、これ一枚薄いなってなって、それをこう重ね始めたんですよ。それでなんか寝てたらチクチクかゆいですよ。そしたらこう表面上にもうちょっと上品な草で編んだものを巻いてみようかって、そういういむしろっていうんですけど、そしたらサラサラして気持ちいいじゃないかと。だからもう藁といぐさのマッチングっていうのもそこから出てきていて、でも結局すごく高価なものでいいものだから権力者しか使えなかったんですよ。で厚みを持って権力の象徴として、で畳はその縁があるんですけど、その縁の柄によって座れる人が決まってたんですね。でまあ往々にして宮中とかもうそういう偉いところでしか権力の象徴としてそういうふうにそういうような使い方しかされてなかった。でも一般的な人が使われるようになったっていうのはもう大体江戸時代の後期からっていうような感じなんですよ。だからごくごく最近なんですよ。絶対普段足りなんですよ。要はこの製品に油の足とかをつけたくない。そのしっかりしたもので汚さないようにっていうまあ職人の。であと丈夫ですよね。畳ってみんな同じ寸法じゃないんですよ。その部屋の場所によってぜひ木が分かってたらその通り作ってるんで、例えばこの畳をこっち持ってってとかこの畳をこっち持ってくるのはできないんですよ。みんなその場所で決まってるんで、ですのでまあその曲がりというかそれを見たんですね。まあ極端にその減ってきてるんですよね。でまあ、和室がなくなってる、住宅がなくなってきたり生活の変化が変わってきてるっていうのはもちろんあるんで、その昔みたいに茶の間っていうのがなかったですね。なんか何でもそこでご飯食べてテーブル片付けて寝れるとか布団引いて寝るとかそういうのなくなってきましたし、だからまあ生活の変化が変わってきたっていうのは確かにあるのかもしれないです。ただまあそれでじゃあ畳が全部もうすぐなくなっていっちゃうのかっていうわけではなくて、畳の需要っていうのはやっぱあるんですよ。例えばベッドで寝てて、子供が生まれたからちょっと布団に変えて寝ようかなみたいな、ベッドやめてその部屋に畳敷き詰めて寝ようかなとか、別に和室じゃなくたって畳を敷けるんで、そういった意味でその新しい需要っていうのも増えてるのも事実ですよ。なくなっていく一方じゃない、その時代の変化生活の変化に合わせて畳もどんどん変わっていってるっていうのは現実だと思います。よく聞くんだと置き畳とか置いて使う畳だ、昔に戻ったみたいなね、板の上に使って、偉くないですよ別にだけどなんかありますし、あとはなんか畳の良さっていうのも見直されてきてるっていうか、私は勝手に思ってるんですけど、横になれるじゃないですか。であとその五感に訴える香りがあったりとか、そういうのって唯一無二だと思いますし、大体植物の上で生活する文化って日本しかないですよね。日本にはこう四季があるじゃないですか。じゃあそれに合わせた敷物をその先人たちが作ったっていうので唯一無二なんですよね。だからそれは新しい時代になってもやっぱりね、どんどん伝わっていけばいいなと思います。へっこんでたから、その分こう少し藁を入れて足してあげたっていう、そういう作業ね。
それぞれの特徴があって、もう今いろんなものが改良されてきて、さまざまないろんな風合いというか香りまで違うんだよね。品種が違うとそういうのがあるんですね。これが本来のいぐさの色なんですよ。刈り取られたものをそのまま食器にかけてござにしてるんですね。でも通常の畳ってこっちなんですよ。この目はちょっと特殊で細かいですけど、この色なんですよ。これなんでこうなっていくかというと、この刈り取ったいぐさをドロドロの泥水の中につけて乾燥させるとここになる。でなんでそんなことを考えたかというと、結局この色変わりがこっちだと早いんですよ。結構早く黄色くなっちゃうから、それを防ぐためとその吸放質を高めるためにここにファンデーションをしてお化粧してるような状況なの。普通の畳ってこっちなんですよ。これかなりレアなんですよ。無線度って言われる。香りも全然違うし性質も全然違う。でも最近は気密性がすごく高くて湿気がきついんで湿度が高い時期が多いから、結構最近は私はこっちの方をいっぱいおすすめしてるんですよ。無線度って。草にお水を与えて柔らかくして膨らませてあげる。こういう角のところに草が曲がった時に潰れて角が裂けてきちゃったりするのを避ける意味もある。で草を膨らませてあげる、柔らかくしてあげる。このところにへりがきれいに乗っかってるのが美しいですよね。これはへりがあっち行ったりこっち行ったりしてると、やっぱり畳って直線が綺麗なんで、ここのところにもちゃんとへりがピタッと乗ってて散ってないっていうのがやっぱ最低限のルールっていうか、っていうための目を合わせるための定規。畳のとこに表をドッキングさせます。いぐさのこの筋をまっすぐになるように見る。これが待ち針っていう道具で、裁縫でも使う待ち針の親分みたいな。した状態でまたこういう黒っぽく見えるところっていうのは折り曲がっていぐさが潰れた部分なんで、特にこういうところに少しお水を多めにあげると後で膨らんでみんな同じ色になる。土台に貼ったゴザを今度縫い留めていく。という洗脳ですよね。完全にもうマインドをもう洗脳されていくっていうですね、そういううまいことやられたなっていう感じですね。だって何かやりたいって言える雰囲気じゃないですからね。なんか何かを例えば進路を決めなくちゃならないって言ってなんかやりたいなとかって考えてもいやそういう雰囲気じゃないよねっていうのを感じて、でも別にそういう嫌じゃなかったですけどね。嫌だったら別になんか多分違うことをしてたんだと思いますし、もうね、小さい頃からやっぱそういうの見てて、でやるもんだと思って育ってますから、今更なんか新しいことするっていう感覚はなかったかもしれないですね。
ちゃんとがっつり始めたのは高校卒業してからですね。でその前にも父親とこう昔のスタイルって現場行って畳縫うスタイルだったんで、だから行くと、さっき最後縫ってた側面の縫うの小学校4年生の子がずっとやらされるわけですよ。もうずっと縫っててで、高校生の時とかもあっちの方にお前の学校の方に現場があるから帰り畳収めてこいとか、なんかそんな感じで普通に手伝いはしてたんで、でもがっつり始めたのは高校卒業してからですね。職業訓練校、畳の専門学校に行ったんですよ。東京にもありますし、福岡とかね、いろんなところにもありますけど、私は埼玉行ったんですよ。で埼玉の特徴っていうのは全寮制で、通いじゃなくて、で全寮制って寮っていうとそこからなんか寮生活でみたいなイメージありますけど、大体いるのは半年6ヶ月ぐらいですかね。4月入ってそうだな、9月ぐらいまでか、5ヶ月ぐらいですか。あとはもう各畳屋さんにもう派遣されていくっていうか、で決まった日に学校に今度集合してみんなで競争するみたいな、そういう感じなんですよね。昔は多分あったと思います。今もありますけどね、昔はもっと多かったと思いますけど、実際彼のお父さん僕の1個先輩なんですよ。で僕がよくお世話になってた先輩だったんで、今回縁があって預かることになったり、お家でお父さんと一緒にやるっていうのも多分いいと思うんですけど、どっかで多分甘えてしまったりとかあるんで、やっぱ若いうちはちょっと外出るっていうのが一番いいのかもしれないですね。自分から父親のようにこう洗脳みたいなのはないですね。やっぱり本人がやりたいって言ったらそれ嬉しいですし、こっちもできる限り努力してっていうのはありますけど、本人がそのやる気にならなければ多分辛いものになってしまうと思うし、これからの畳業界なんて多分今よりもっと大変になると思うから、だからよっぽど真剣にやったやつしか生き残れないと思うんですよ。こんだけの厚みのものを縫わなきゃなんないけど、この中に鉄板が入ってるんですよ。鉄板で手を保護してる、ペアテックって手をこう守るものだから、本当はもうこうなったら変えなきゃなんないですけど、同じとこばっかで縫っていくから、へりに穴開いちゃうんですよ。で穴開いててもこうやって草に水拭くと穴消えるんですよ。こういうとこね縫った後だけど完全に消えていくんですよ。で草またいで下ろしてたら全部ブツ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 になっちゃうんですけど、同じところから下ろしてれば分かんなくなっちゃう。でこれもいろんな縫い方があって、これは一般的な現場でよく縫うような縫い方ですね。何をしてるかっていうと、目通りを見るっていう、この畳の目がこっち行ったりあっち行ったりしてると、ここに今から切ってへりをつけるんですけど、そこの直線が乱れるから、ここのラインをまっすぐにしてまっすぐ切ることによってへりがまっすぐつくっていう、そのための確認作業ですね。
今度はね糸を締めていくっていう作業が出てくるので、その時にこれでこう滑らして締めてってあげるっていう時に肘当てっていうのが、それこそ昔の職人さんこんなのしなくて肘にタコできるまでもう素の肘でガンガンいってたんですけど、僕は軟弱なんでこう切り刻まれてしまうんです。関東はこう縫いながらもう肘で締めていっちゃうんですよ。で関西の場合は縫って裏返しにして逆にして今度足でこうこなして締めてる。まあこれ僕の持論というか、持論というかあれですけど推測なんですけど、食仕事って基本的に西の方で始まってて京都とかで洗練されていくじゃないですか。だから理屈も作り方もすごい京都とか関西の方がやっぱり理にかなってるんですよね。で幕府が今度江戸に来て東京がこう栄えたじゃないですか。そしたら人口がこう爆発的に増えて、多分ね間に合わねえから行っとけっていう話になったもう行けそのまま縫って締めちまうみたいなガーッて多分そんな感じに変わったんじゃないのかななんて推測してるんですけど、昔の人に怒られちゃうかな。畳はね下ろす時はね簡単なんですよ、針を。でも上げる時はね狙ったところに上げるっていうのがね難しい。でも昔の畳屋さんのイメージってこれなんですよね。この肘で締めてグイグイってやってってよくお客様のお宅でこれみんな先輩たちはやってたんでしょうね。今度こう線を引くんですよ、こういうふうに。でここの隙間がこっちにこの糸がかかりすぎてると起こした時に波打っちゃう。で今度これがこっち行き過ぎてると爪入ってめくれちゃう。だからここはだいたい3ミリから3ミリ以内に収めないとダメ。3ミリでも多いぐらいなんですけど、こう
筋をつけるんですけど、この時のこの隙間が大体 3ミリ以内。さっき目を合わせたっていうのは、ここのちゃんと目のこのくぼみのところにこのヘリがちゃんとしっかり場所に来るように。手が縫うのと機械で縫うのってまた違うんですよ。機械で縫うとこの締まる糸がすごい強くてグン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 って締まるから、ここのところの草がみんな寄ってくるの。キュッ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 。そうするとここのヘリ際のところの美しさがちょっとボコボコしてるように見える。だけど手で縫うとここのところがぴったり吸い付いたようにくっついてる。だからこういった意味でね、機械で作るよりも手で作った方がこの部分に関してはめちゃめちゃ綺麗ですよ。余計な力が入ってないから、見た時にもうピターってヘリがついてる感じになるんですね。締まりすぎるとグン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 ってもうここのとこボコ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 ってなって、なんか気持ち悪い感じになっちゃうかなと思うんですけどね。ですけど、それ常にこう大事に思ってるのは基本的なことですよね、やっぱりね。基本的なことがちゃんとできるかできないかで、その畳ってみんな同じじゃないから、そのアプローチが変わってくるじゃないですか。だからその基本をしっかり学んで、それで終わりじゃなくて、それを磨き続けるっていうことに意味があって、その人間ってやっぱ作ってると手が荒れてったり、なんかそのちょっとこう変わった自分独自のなんか発想みたいななんか変わってきたりすると思うんですけど、じゃなくてやっぱあくまでも基本があって、でそれを練習し続けることによって、これもできる、あれもできる、これにも挑戦できるっていうようなことが、私はそれが大事だと思ってるんで、ああいう手作業っていうのは常に磨くっていうイメージは持ってるんですけどね。昔からあるその畳っていうのがあるんですよ。作り方が決められててとか、そのガチガチに縛られてるような、そういう畳を練習すると、普段の畳生活が制作が全然変わってくるというか、考える力を養えるんですよね。で考えることができるようになると、その勢いでいくことがなくなるんですよ。若いうちは結構分かんないで勢いでいくで、結果間違って出来上がっても、なんでこれこうなっちゃったんだろうすら分からないじゃなくて、もう作る前に作ってるんですよね、頭の中で。であとは遂行するだけっていう感じなんで、その考える力を養うためには難しい畳とかそういうのに挑戦するんですよ。答えがないようなものに自分でこう向き合ってみて、でも途中で3回くらいぶん投げたくなるんですよ。なんかできなくて、いやだってそこをこう何回も乗り越えていったり、ずっとこう我慢強く向き合ってると、また違う道が見えるとか、だからそういうのの勉強会にも必ず年に1回参加するようにしてますし、そういうのを教えてくださる高名な先生がいらっしゃるで、そういうところに行って全国の畳屋さんとみんな勉強して、で家帰ってきてもう一回勉強して、そんなことを繰り返していくと結構ね、考えられる。で半分終わりというかピタッとくっついてるかどうかっていうね、機械でやったのとまたちょっと違う感じになるかな。
ーッとくっついてる感じするでしょ。全部がこう綺麗に敷き合わせで直線でピタってなってたら気持ちいいよねでなおかつこれ建材のものじゃないけど藁でこうね人間の手でこう仕掛けたものだから平らじゃないし、だからその平らなものを平らに作るところに多分職人さんのそういう技術があるんですよ。手で作ったその良さとか、そのさっき話した直線の美しさとか、そういうのをこうちゃんと伝えて、それを分かってもらえるっていう努力をしないといけないのかもしれないですね。